皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシアは今苦境に立っています。戦場での敗北が続き、ロシア国内においても動員令をかけたことに対する国民の反発も広がっています。なんとか状況を改善しようとして打ってくる政策はことごとくプーチン大統領の足元を揺るがせています。一方でウクライナの方はどうかというと、それとはあまりにも対照的にこれまでやってきたことを繰り返し行うだけで状況が改善する状況になっています。今回の動画ではそうしたウクライナが状況が改善していくのとはあまりにも対照的にロシアがボロボロになっていくということを取り上げていこうと思います。それではまずは全体の戦況に対する解説から始めましょう。こちらは戦争研究所の発表している地図で、赤く塗られている部分がロシア軍の占領している地域、水色の部分がウクライナ軍が奪還した地域です。丸1を南部戦線、丸2を東部戦線として説明を行っていきます。秋になってからウクライナ軍の本格的な反撃により、東部戦線において大きく領土を奪還しました。現在のところウクライナ軍の主力による攻勢はルハンスク州へと移り、ロシア軍は動員兵をどんどんと前線を送り込んで、なんとかウクライナ軍の攻勢に耐えようとしています。一方で丸1の南部戦線においては、つい先頃、ウクライナ軍の機甲師団がロシア軍の守備陣地を突破して大きく領土奪還を果たしています。北側から南進するウクライナ軍の攻勢に対して、前回の動画ではロシア側の発表として、包囲される危険性があるため、自ら撤退命令を出したといったようなロシア側の発表についてもご紹介しました。しかしこれは、これまでのロシア軍の発表と同じように、実際には兵士たちが逃げ惑って戦線を下げざるを得なかったにもかかわらず、そのことをはっきりと言えないがために撤退命令を出したんだという嘘を言っていたというのが明らかになっています。そのことがよく現れているのが、ロシア軍が撤退した地域における兵器の露獲報告が非常に多くなっていることです。これらの兵器は、ウクライナ軍が撃破したものではなくて、実際の戦闘ではほとんど損傷を受けていない状態での戦車や歩兵戦闘車です。秩序だって撤退をするのであれば、このような兵器を捨てていくわけがありません。東部戦線でも多く見られましたが、こうした兵器に乗ったままだと、ウクライナ軍の攻撃をすぐに受けてしまうがために、兵器を捨てて逃げてしまったのでしょう。また、南部戦線の特殊な事情としては、補給路が寸断されていますから、これらの大型兵器を動かすための燃料がもうとっくの前に切れていたという可能性もあります。このような現実に対して、ロシア国内でも様子が変わってきています。ロシアの重鎮議員、軍の嘘批判、ウクライナ戦況の公表を訴え、ロシア連邦議会の重鎮議員、アンドレイ・カルタポロフ氏は、ウクライナに侵攻したロシア軍が苦戦を強いられていることを受け、軍上層部は戦況について真実を語るべきだと訴えた。下院国防委員会の委員長を務めるカルタポロフ氏は、国営テレビ局の司会者に対し、我々は嘘をつくのをやめなければならないと発言。従来ロシア軍が勝利しているという国防省の報告は変わらない。だが国民は知っている。我々の国民はバカではないと訴え、これは信用を失うことにもなりかねないと指摘した。ロシア国防省が発表したヘルソン州北部における撤退といったものも実態とはかなりかけ離れたものです。以前からこのようなロシア軍の負けているんだけど負けてはいない、あくまでも善意に基づく行動として我々は移動したんだであるとか、危険な状況になりそうだから他の場所へと移ったんだといったような、いわゆるごまかしといったものが常態化しています。一方でウクライナに対しては欧米からの支援といったものがこれまで通り行われます。アメリカによる追加の軍事支援が発表されました。多連装ロケットハイマースの追加4両と弾薬、155ミリ榴弾砲16門、砲弾、そして GPS 誘導砲弾エクスカリバー、対戦車地雷を内蔵した特殊砲弾、さらに105ミリ榴弾砲、迫撃砲弾、装甲兵員輸送車など様々なものがアメリカから供与されます。今回の軍事支援は大統領権限に基づく米軍の在庫から供与されるもので、ウクライナに対してすぐさま供与するための準備が行われます。また、ここ最近ウクライナへの軍事支援がパタリと止まっていたフランスも、ここに来て軍事支援を再開しようとしています。デンマーク軍に納入予定だったフランスの自走榴弾砲カイサル12両について、デンマークと協議を行い、最低でも6両、場合によっては最大12両について、ウクライナへの供与に振り向けようと現在調整していると報道されています。もともと発注していたデンマーク軍への納入は先延ばしになります。
これまでフランスがウクライナへ供与してきたカエサルは18両で、これに6から12両加わることによってかなりまとまった戦力になります。また、今回供与の話が進んでいるカエサルは、これまで供与してきたカエサルよりも防御力が高いものです。左の写真と右の写真どちらもカエサルなのですが、左の従来型はタイヤが6つです。それに対して今回供与の話が進んでいるカエサルはタイヤが8。これは装甲を強化したその重さに対応する形でタイヤの数も増えているのです。従来の自走砲でも十分戦場に対応できるわけですが、装甲が強化されている分だけ乗員の生存率は新型の方が上がります。このようにウクライナに対する軍事支援はこれまで通り継続されてきているわけですが、これを批判する声はロシア側から上がっています。鈴木宗男氏、ウクライナは停戦を、欧米の武器供与停止も訴え、日本維新の会の鈴木宗男議員は東京都内で開かれた駐日ロシア大使の講演会で、ロシアから侵攻を受けるウクライナに関し、プーチン大統領が停戦だと呼びかけたのだから乗るのが数字だと語った。ミサイルを含め極めて攻撃的な武器をアメリカが供与するから戦争が長引くとも述べ、欧米諸国の武器供与停止も訴えた。鈴木氏はウクライナについて、鈴木宗男が相撲で横綱にかかっていくようなものだ。どんなことをやっても勝てない。武器供与をやめればこの戦争は収まる話だと指摘。停戦により世界がスクラムを組み、元の安定した状態に持っていくのが一番賢い外交、世界平和に向けての道だと主張した。ここでのポイントは、まず第一に、鈴木宗男議員が日本の国会議員であるということ。そして日本維新の会に所属していること。さらにはこの話というのが、ロシア大使の講演会で行われたこと。その上で、鈴木宗男議員の言っている話というのは、プーチン大統領がウクライナ東部南部4つの州を併合を宣言し、これらの領土をロシア領だとウクライナは認めるべきだという意味で停戦を呼びかけているわけです。ですから侵略している側のロシアが本来はこのような侵略行為をやめて兵を撤退すべきなのですが、そのようなことは全く無視してロシア側の権益を守るためには今すぐ停戦してウクライナ軍は兵を引けと言っているわけです。ロシア側の主張そのものです。ウクライナに対しては欧米からの武器支援が続くことによって軍事力の増強は続きます。一方でロシア軍側が軍事力を増強しようとして動員令をかけているのですが、その内容についても見ていきましょう。ロシア軍の動員兵に対する現状を分かっていることです。錆びついた銃が配布されたといったことがあちこちで発生しています。救急医療キットや防弾プレートは自腹で買いなさいとはっきりと動員兵には言い渡されています。またヘルメットも足りず軍帽だけといった人もかなり出ているそうです。渡されたヘルメットがサバイバルゲーム用のいわばおもちゃだったといった報告などもあちこちで出ています。そして冬用の軍服としての防寒具も不足していることが報告されています。しかしこれらの物品などについて一応帳簿上はあったはずなんだけれども実物はなかった、そのために渡せなかったといった事情などが報道されています。これはどういうことかというと、一応ロシアは石油や天然ガスの輸出によって軍事費というのはそれなりに用意されていました。ですから物品についてもある程度は発注をかけているはずなのです。ですから帳簿上は存在したはずなのです。ところがソ連時代からの悪習というものがここで露呈します。軍人や企業、そして役人たち、これらの人たちが結託する形で公のものを横流ししたり公金を横領する、そのような行為が現在もなお日常的に行われているのです。そのため動員兵がすでに捕虜になっている人たちが出ているわけですが、これらの人たちは夏服しか着ておらず、すでに寒くなり始めたウクライナの戦場で凍えていたといった話なども出ています。また動員兵は現在どんどんと戦場に送るために鉄道で移動している最中なわけですが、これらの人々に対する食料配給などが全く追いついていないといった話なども出ています。そのため戦いに向かう前にまずは飯をよこせといった具合にして集団で抗議する人々なども出ています。これらの抗議の中には銃しか持たされておらずそれ以外何にも足りないじゃないかといったような愚痴もかなり出ているようです。そして動員令それ自体についても悪影響といったものはロシア国内にかなり広がっています。ロシア国民70万人出国か、国防大臣は予備役動員で20万人が入隊と発言。ウクライナ侵略を続けるロシアのプーチン大統領が導入した予備役を徴兵する部分的動員をめぐり、ショイグ国防大臣は
軍高官らとのオンライン会議に出席し、現時点で20万人以上の招集兵がロシア軍に加わったと発表した。一方、アメリカの経済誌フォーブスのロシア版は、ロシア大統領府筋の話として、9月21日の部分的動員の発表以降、60から70万人のロシア国民がロシアから出国したと伝えた。記事を少し補足しておくと、ロシアの予備役は200万人です。現在の動員第1波30万人のうち20万人をショイグ国防大臣はすでに動員したと発表しています。しかし、記事にも出ているように、それ以外の人たち、自分は予備役に登録してしまったな、もしくは徴兵されてしまうかもと恐れる年齢層の男性たちがこぞって脱出しているのです。その数はすでに最低でも60万人、最大で100万人とされています。もちろん、この100万人という数字も、ウクライナの戦場でロシア軍がどんどんと厳しい状況になっていますよという話を聞けば、さらに国外脱出は進んでいくことでしょう。今後の展開のことを考えたときに非常に重要な理解すべき基本構造があります。それは、強化されるウクライナと弱体化していくロシアというこの2つの明暗はっきり分かれた対照的な構造です。まず第一に、ウクライナは経済的には非常に厳しい状態ですが、だからといって軍事力は衰退するわけではありません。そもそもウクライナの軍事力を支えているのはすでに欧米各国からの軍事支援であって、ウクライナの経済が悪いから良いからといった形で軍事力が破綻するような状態ではありません。特にウクライナの軍事支援の大きな柱となっているアメリカは、短期的に言えば大統領権限に基づく米軍在庫をどんどんと回すといったことに加えて、長期的においてもメーカーに発注し、製造が終わったものから供与する。そしてさらに奥の手としてレンドリース法がありますから、何か政治的な決断があって、ウクライナの支援をやめると宣言するようなことさえなければ、少なくとも現状のままでも十分ウクライナ軍は強化され続けていきます。さらにはアメリカだけではなく EU 各国も、やはりそれぞれの国でできる範囲の支援を行うだけで、それが塵も積もるような形でウクライナ軍を強化し続けます。一方でロシアの方はどうかといえば、軍事支援はほとんどどこからも見込めないような状況です。北朝鮮から砲弾などを買うにしても、別に北朝鮮にそうした兵器の大量生産する能力はありません。ですから、食料や鉱物資源、エネルギー資源と物々交換するような形も、ほとんどの場合、すぐに後が続かず途切れてしまうでしょう。また、イランからドローンを購入している話についていても、最近ではイラン製ドローンに対するハッキングをうまくすることができるようになって、その攻撃能力は今後も衰える一方だろうという予測がされています。そして兵士の質から言っても、ウクライナではすでに以前に総動員令をかけて、正規軍だけで70万人程度が前線に張り付いている状態で、これらの人たちはすでにベテラン兵だと言えるような状況です。さらには新兵について言っても、イギリスで行われている大規模な軍事訓練によって120日ごとに1万人の兵士の訓練が終わり、前線へと投入されてきます。ですから、兵士の質が大きく下がるということはほとんど考えられないような状況です。一方でロシアで行われている動員令は、訓練を全くしていないような人たちもどんどんと鉄道に乗せられて前線に送られてくるような状況ですから、軍の規律といった面でも乱れますし、いざ戦闘が始まっても逃げ出す兵士が続出するような非常に劣悪な状態に陥っていきます。このような状況をある程度変えるとしたら、それは冬将軍の到来によって大寒波が両軍にとって足止めになることです。ただし、ここでもロシアにとって冬将軍が味方になるとは限らない点についても、やはり言及しておかなければなりません。過去の歴史を見た場合において、冬将軍というのはロシアにとっては味方でした。ナポレオンの進撃を破綻させ、ナチスドイツの攻勢においても冬将軍が猛威を振るってソ連が反撃する時間的猶予を作り出しました。しかし、今回冬将軍が猛烈な寒波になった場合においては、冬の装備が足りないロシア軍兵士たちは多く凍えて死ぬかもしれないといったことがイギリスから分析で上がっています。プーチン大統領にしてみれば、そうした投資する兵士たちがたくさん出ても気にしていないかもしれませんが、それは長期的に見ればロシアの労働者を多く奪うことであり、戦争継続という点においても明らかに大きなマイナスになるでしょう。このように非常に苦しい基本構造の中から抜け出せないプーチン大統領にしてみれば、国外になんとか活路を求めたくなるの
のでしょう。そうした時において、日本においては、鈴木宗男議員のような、いわば親ロシア派のスピーカーの人たちの活動といったものを注意しなければなりません。ロシア側の意見を代弁するような形で活動している人たちというのは、ヨーロッパでもジャーナリストやインフルエンサーの中にもいますし、アメリカでも似たような人たちというのがいます。しかし、それらの人たちが現実起きているようなロシア軍の敗北などに目をつむっているのは明らかでしょう。例えば今回の鈴木宗男議員の発言というのも明らかに戦場においてロシア軍が敗北を続けているといった現状を全く無視するような形で、あくまでもプーチン大統領の方から平和を望んでいるんだから停戦を受け入れるべきだみたいな話をしています。しかしこれは明らかに間違っています。プーチン大統領の求める停戦というのはあくまでもすでに占領している地域、併合を宣言している地域の支配権をウクライナが認めて攻撃をもうやめろと侵略者としての利益を確定させたいがための停戦の呼びかけに過ぎません。そもそもロシア軍に撤退命令を出し、ウクライナの占領地域が全て出ていけといったことを求めるべきなのです。ここで問題にしなければならないのは、鈴木宗男議員が日本維新の会に所属していて、日本維新の会は別に親ロシア派の主張は行っていないことです。日本維新の会はプーチン大統領の行ったこうしたウクライナ侵略に対して国際法違反であると批判しています。ですから党の方針とは全く異なる行動を鈴木宗男議員がしているのですから、これを厳罰に処さなければならないというのが本来の筋なのです。また鈴木宗男議員ほどではないのですが、インターネット上には少なくとも YouTuber であったりインフルエンサーと呼ばれるような人が親ロシア派の意見というものを代弁して様々な情報発信をしているということも実際にあります。中にはあまりにもぶっ飛んでいて、ロシア国防省の発表しているようなイジュームやリマンから撤退したヘルソン北部から軍が撤退したといったような公式発表ですらもはや受け入れられず、ロシア軍は連戦連勝でウクライナ軍はすでに壊滅しているんだ、ロシア国防省も誰かに操られてフェイクニュースを流しているんだというもはや奇想天外な意見を言う人さえいます。現実で起こっていることに対する解釈といったものは人それぞれかもしれませんが、あからさまに間違いすぎているものに対してははっきりとこれを拒絶していくこともまた非常に大事なことだと私は思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとコメントの書き込みもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。